海外の大型大会 APEX2012 で大鳥翔兄弟が大活躍したことを受け、世界中のプレイヤーが日本勢のレベルの高さに注目し始めていた。日本勢と海外勢の争いはここからさらに激化していく。国内のオールスターともいえるメンバーがスマブラ X の頂点ともいえる大会 APEX2013 に向かうことになる。2012年8月、APEX2012 から半年後、日本で大型大会サンライズトーナメントが開催された。この SRT はスマブラ X 時代で初めて海外の強豪プレイヤーたちが来日する大会となった。やっぱ海外対日本を日本でやるっていうような立ち位置の大会としてやっぱ割と特別感のある、その時の本当に一番強い人を決めるっていう大会にはなったかなと思いますね。この大会にはアメリカ最強アイスクライマー使いヴィニー、アメリカトップクラスのスネーク使いハボック、ヨーロッパ最強のゼロサム使いクイックシルバーといった海外強豪プレイヤーが数多く来日。その中でも一番の大物プレイヤーは当時世界最強の呼び声も高かったミュウツーキング。優勝を目指して初めて日本に乗り込んだ彼が勝者側3回戦で当たったのはその年の世界チャンピオンに輝いた大鳥だった。大鳥が世界を制した APEX2012 でミュウツーキングとは当たらなかったことから大きな注目を集めたこの試合。結果は接戦の末、大鳥がこの試合を制して勝者側トーナメントに駒を進めることになる。敗者側トーナメントに回ったミュウツーキングが歌ったのは当時神童とも言われていたファルコ使いのマシャだった。トップ8の試合だったかな、ミュウツーキング対マシャファルコの試合があって、後半は完全にマシャさんが対応しきって結構一方的な試合内容にもなっててっていうのが割と結構当時海外だと、ラリーとか強いファルコいっぱいいて、当然ミュウツーキングもその人たちとも対戦しているから、対ファルコはかなり積んでいたはずなのにそれを圧倒するような試合内容っていうのはすごく印象に残ってますね。マシャはそのままミュウツーキングを圧倒し、最後は相手に勝負を諦めさせるほどの完璧な試合展開で勝利。これによりミュウツーキングがトーナメントから姿を消す中、勝者側決勝に残ったのは依然日本最強格の一人であったレインと世界を制した大鳥の2人だった。この日本最強メタナイト同士の戦いにはレインが勝利、勝者側でグランドファイナルへの切符を手にする。そんな中、敗者側を勝ち進んでいたのはアメリカのヴィニーだった。ヴィニーが使うアイスクライマーというキャラクターの一番の特徴は、つかみに成功したら全キャラを確定で撃墜まで持ち込める投げ連だった。立ち回りは最強クラスだが、飛び道具を持っていないメタナイトにとっては天敵とも言えるキャラで、スマブラ X はメタナイトとアイスクライマーの2強だと言われることが多かった。そんなアイスクライマーを巧みに操るヴィニーは敗者側決勝で大鳥と対し、堅実な動きで相手につかみを許さない立ち回りに長けている大鳥が相手ということもあり、難しい試合展開が予想されたが、結果はヴィニーの勝利。優勝が決まるグランドファイナルのカードはレインとヴィニーの対決となった。本当に決勝が日本対海外っていう単純な構図になったっていうのはすごくドラマチックだったなって。その海外から来たヴィニーっていう当時世界最強アイスクライマーだった人と、レインさんのメタナイト。グランドファイナルはレインが JPN、 ヴィニーが USA とお互いの国名を背負っての戦いとなり、1大会の決勝という以上に日本対アメリカという意味合いが強い対決となった。日本の地では絶対に負けたくないっていうのがやっぱあったんで、で向こうもやっぱ名前 USA にして、でじゃあこっちじゃ JPN だよねっていうので、国対抗戦みたいな感じにはなったんで、戦いを制したのは日本のレイン。ここでも日本勢の勢いは止まらなかった。過去一ですね。多分本当に今までの大会いろんな大会優勝してますけど、あれほど勝ちたいと思った大会もないし、で勝った瞬間日本勢がみんなわーって来てくれたんですよ。そんな大会もないんですよ。人が多すぎてタッチクラにするレベルの熱量があったんで、
そういった大会だったんですよね。世界のスノベラコミュニティの中で最も熱い地域となった日本。その勢いのまま翌年の APEX2013 には過去最多の日本人プレイヤーたちが世界一を目指し海を渡ることになる。 APEX2013 に日本から参加したメンバーには前回優勝者の大鳥、 SRT 優勝者のレイン、関西最強の QB をはじめとしてかけら、水の子、アース、黒帯、三毛猫、そして国内大会で徐々に好成績を収め始めていたアバダンゴがいた。その中でも特に注目されていたのが世界最強のマルス使いと呼ばれていた三毛猫だった。最初はまあ普通のマルス使いって感じでした。当時三重との宅にいた他のメンバーもあんまり負けない、マルスってこんなもんだよなっていう感じで、ただ三毛猫が真似したのは、当時関東でも1位2位を争う強かった三重とのスタイル、三毛猫が一番すごかったなって思うところって間合い管理だったんですけど、その辺の意識を三重とのから多分吸収していって、最終的には、世界で一番強いと言っても過言ではないマルス使いになった。三毛猫は関東の大会で大鳥、ニエトノに続く活躍を見せており、まさに日本のオールスターともいえる遠征メンバーとなっていた。トーナメントが進むと日本チームは海外強豪プレイヤーとぶつかり始める。関西最強の QB はエンタイト、レインはミュウツーキング、そしてアバダンゴはシェイキーと対戦するが、どの試合でも日本勢は敗北。やや日本勢が押されている雰囲気で大会が進む中、注目の三毛猫が世界最強スネークのアライと対戦することになった。当時メタナイトスネークは、強いって言われてるキャラクターで、タコオフの方でも身内にスネーク使いもいたしメタナイト使いもいたし、そうそう強い相手じゃないと三毛猫は負けないだろうなとは思ってました。アライだけは結構日本にもいないようなプレースタイルで戦ってくるし、果たして日本で培ってきたタイスネークがちゃんと通用するのか、かなりドキドキしながら見てましたし、自分本当にスマブラ X で存在しているプレイヤーで一番尊敬してたのが三毛猫さんで、当時すごい間合い管理を避けて差し返すっていうプレイスタイルにすごい憧れていて、でも三毛猫さんはもう多分世界中の誰よりもそこに特化してると思っていて、結構三毛猫さん自身が相手を裁くっていうのが得意だったかなと思うんですけど、海外勢相手にもうそれをほぼ完璧にこなすっていうのはもう自分には全然できなかったことなので、単純にすごいなっていうのは感心してました。試合は拮抗するが、最終的に三毛猫はアライを撃破。勝った時は三重殿と家で見てたんですけど、2人で大はしゃぎした記憶がありますね。アライに勝利した三毛猫はその後ゼロも倒し、勝者側トップ8に駒を進めた。このままさらに勝ち進むかと思われた三毛猫だったが、思わぬ相手にその快進撃を止められてしまう。その相手は勝者側準決勝で当たったセイラムという当時ほとんど無名のゼロサム使いだった。三毛猫が敗れた後、この大会の主役の座はセイラムのものとなった。このゼロサム使いのジャイアントキリングはその後も続き、勝者側決勝ではミュウツーキングをも下すことになった。スマブラ X のゼロスーツサムスについて、崩れ落ちたパワードスーツのパーツを試合開始時に使用することができるという仕様があり、これが特に強力なファイターだった。また確定コンボのほとんどないスマブラ X において、下スマからのコンボは高火力につながる強力な技だった。しかし尖った性能を持つファイターが多かったスマブラ X においては、中堅上位クラスと評価されることも多かった。グランドファイナルを勝者側で待つセイラムに対し、敗者側では三毛猫対大鳥という日本勢同士の潰し合いが起きていた。この戦いは大鳥に軍配が上がり、大鳥はそのまま海外の強豪ナイロにも勝利する。敗者側決勝は
大鳥対ミュウツーキングのビッグネーム2人の戦いとなった。世界トップのメタナイト使いによる同キャラ戦はフルセットの激戦の末、最後はミュウツーキングのメタナイトがタイムアップで勝利。これによりグランドファイナルはミュウツーキングとセイラムの再戦となった。新生セイラムと古豪ミュウツーキングによるグランドファイナルの戦いはなかなか決着のつかない熾烈なものとなった。当時は、メタナイトをどうやって攻略するかっていうのが最終的なスマブラ X、メタナイトとアイクラも並んでたと思うんですけど、その2体をどう攻略するかっていうところが、自分としても結構重きを置いていた対策ではあったので、そこでゼロサムっていうキャラクターが急に出てきて、ゼロサムの優勝を見たいなっていう気持ちもあれば、やっぱりちょっとメタナイトに防衛してほしいっていう気持ちもあって、観戦者としてはすごい面白かったです。一進一退の攻防が続き、緊迫した試合はフルセットのラストストックまでもつれ込む。Oh man, and right now, Mewtwo King, great job getting back on stage. A lot of pressure on him there. Did a great job of keeping composure. Salem flipping the tables again. That could have been it right there. Mewtwo King has to play very safe. He cannot get hit by anything. Salem getting opened up a little bit here. Just a little bit. Oh my gosh. Mewtwo King. Whoa, somebody fell off the stage. Someone just fell off the stage and hype. Oh my god. Is getting back into it. Oh my god. What? Oh man, and it's back and forth right now. It's so serious. Oh god. It's so serious. It is lost it. I can't breathe. Oh man! I can't. And we're so close. I don't know who's gonna take it right now. Oh my god. Oh, so close. Salem is right there. That could have been it. What? They're screaming out Mewtwo King. They're screaming out Mewtwo King. He's gonna go up. He's going up. Oh, He almost dies. Oh man! What? That is so close. This is Why the is it so closest close? it's ever. What the? That's it. What? And I can't sit down anymore. I can't sit down. I can't. 最終的にこの試合を制したのは新生セイラム。彼は大会上位24人のうち12人がメタナイトを使っているというメタナイト全盛期に、当時特に評価が高いわけではなかったゼロスーツサムスで優勝するという快挙を成し遂げたプレイヤーとなった。スマブラ X が発売されてから約5年、こうして APEX2013 は世界のスマブラ X 競技シーンの最高到達点ともいえる熱狂の中、幕を閉じた。APEX2013 が熱狂を生み出して以来、スマブラ X の競技シーンは停滞期を迎えることになる。そんな中、関西では2013年から2014年の間に高校生プレイヤーエッジが台頭。関西だと QB さん以外だと負けないなぐらいの思ってたと思います。大会で当たっても。第5回梅村で全国デビューを果たすと同時に、関東のメタナイト使いであったレインと大鳥を同キャラ対決で下し優勝するという大きなニュースも起きていた。この時がちゃんと本当の意味でスマブラ強いんだなみたいに思えた時かもしれないです。メタミラーっていうので、経験値ある人たち倒せたのは、相当自分の中ででかかったと思いますし、本当に文句なしの大会だった気がします。さらに当時エッジとともに関西最強の一人であった QB はアメリカのスケーター3という大会で優勝。この結果を受け、日本勢初の世界ランキング1位を獲得する活躍を見せる。こうしてコミュニティ全体の勢いは全盛期よりは落ち着いてきたものの、個々のプレイヤーの活躍は光るという時代が続いていた頃、突如新しい時代の幕開けを告げる新作発表のニュースが飛び込んでくる。このスマブラ4から始まる新時代は、スマブラのコミュニティとプレイヤーの在り方に
大きな変化をもたらし、ここからスマブラ競技シーンは一気に新しいステージへと飛躍していくことになる。見せてきたのはタラス。